2025年、南米チリの高地。アトラス望遠鏡が正体不明の光点を捉えました。その天体は太陽系の軌道を無視するかのように凄まじいスピードで突入してきました。やがて明らかになったその正体は太陽系の外からやってきた恒星間天体だったのです。オームアムア、ボリソフに続く観測史上3例目。その姿はかつてのどの天体よりも巨大で活動的で謎に満ちています。ほんの数ヶ月、私たちの空に姿を現したかと思えば、再び音もなく銀河の彼方へと姿を消していくのです。この天体はどこから来て何を語ろうとしているのか。一瞬の遭遇は宇宙の歴史におけるかけがえのない記録となるでしょう。今回は世界に大きな衝撃を与えた太陽系外から飛来した天体の謎を探る冒険へ皆様をお連れいたします。2017年10月19日、ハワイ・マウイ島のハレアカラ山頂にある望遠鏡パンスターズが宇宙の異変を捉えました。ほんの一瞬の光の揺らぎ。ありふれた総天体のように見えたその光点は軌道計算を重ねるにつれ宇宙の常識を覆す存在であることが明らかになったのです。太陽系の重力に束縛されていない軌道。双曲線を描いて太陽に接近し、またすぐに太陽系の外へと去っていく。この天体は太陽系の外からやってきた。人類が初めて恒星間天体という存在と開口した瞬間でした。ハワイ語で遠方から来た最初の使者を意味するオームアムアと名付けられたその天体はいくつもの謎を携えていました。まずはその形状。観測された明るさの変化から推定された形は異様なまでに細長く、葉巻のような形、あるいはパンケーキのように平たい形とされました。長さと幅の比が10対1以上とも言われ、太陽系で見られるどの小天体とも一致しません。この太陽系に属していない何かが私たちの空を通り抜けていったのです。さらに不思議なことに、オームアムアには尾も駒もなかったのです。太陽に接近しても水星のようなガスの放出は見られず、それにもかかわらず太陽の重力だけでは説明できない非重力的な加速が検出されました。これはどういうことなのか。水素分子のガスを放出しているのではないか。窒素の氷が蒸発して加速したのではないか。未知の水星活動ではないか。そしてある大胆な仮説が世界を揺るがします。
球外文明の宇宙探査機ではないか。この仮説は瞬く間にメディアを騒がせ、世界中の人々の好奇心をかきたてました。確かに自然現象では説明できない点も多く、それを否定できる明確な証拠がないことですら議論の一部になったのです。現在ではその仮説は主流ではなく、大多数の科学者はあくまで自然由来の現象であると見ています。しかし、オームアムアが基地の法則から逸脱した存在であることに誰も異論はありませんでした。表面の性質もまた私たちの想像を超えていました。赤みを帯びた表面は宇宙船に長期間さらされて変質した有機物の層に覆われている可能性があり、その姿はまさに宇宙をさまよう漂流者。この天体は一体どこから来たのか。残念ながらその答えは出ませんでした。軌道の方向から特定の恒星系を逆算するには情報が少なすぎたのです。それでも銀河系内のある特定の星形成領域から来た可能性があるという示唆は得られました。もしかすると何千万年も前に誕生した惑星系から何らかの拍子に弾き出された破片だったのかもしれません。あるいは超新星の爆風に乗って飛ばされ、星々の間を数億年漂った末にたまたま太陽系の重力に引き寄せられたのかもしれません。何よりも重要なのはオームアムアが存在したという事実です。この謎めいた死者の登場によって人類は初めて太陽系外の天体を直接観測するというフェーズに突入しました。これは天文学における大きなパラダイムシフトとなったのです。2018年12月13日、ウクライナのアマチュア天文家ゲナディ・ボリソフの望遠鏡が静かな夜空の中で一筋の光を捉えました。不自然な動きをする光点。地球めがけて近づいてくるその光はまるで遠い銀河からの旅人のようにどこか違和感をまとっていたのです。世界中の天文学者たちがその軌道を解析し、驚くべき事実にたどり着きました。太陽系の天体ではない。この天体はオウムアムアに続く史上2例目の恒星間天体。そして人類が初めて観測した活動を伴う彗星型の恒星間天体でもありました。名前はツアイ・ボリソフ。遥かなる宇宙の深淵からやってきた氷と塵のタイムカプセルだったのです。オウムアムアが沈黙の訪問者だったとすれば、ボリソフは声高に自己を主張する彗星でした。太陽に近づくにつれ、
その表面からガスと塵が吹き出し、尾をなびかせる。その姿は、私たちがこれまでに見てきた太陽系内の彗星と酷似していました。驚くべき光景です。太陽系の外にある無数の恒星系でも、私たちの太陽系と同じように、彗星という天体が形成されている可能性を示していたのです。それはつまり、宇宙において、私たちのような惑星系は、ありふれた存在なのかもしれないという希望を灯したのです。ボリソフの核は直径数キロメートル程度と比較的小さいものでしたが、恒星間空間という過酷な環境を旅してきたサバイバーでもありました。宇宙船、強烈な放射線、絶対0度に近い極寒の空間。それらを耐え抜き、太陽系へとやってきたのです。これは、恒星間空間における物質の保存状態を知る貴重な鍵でもありました。ボリソフは宇宙の成り立ちと時間の経過を記録した天体だったのです。科学者たちはボリソフに対してありとあらゆる望遠鏡を向けました。地上の巨大な望遠鏡、宇宙に浮かぶ観測衛星。それらが捉えた光のスペクトルには、私たちがよく知る分子が刻まれていました。水、シアン、炭素。太陽系内の彗星にも見られるこれらの成分が、ボリソフにも存在していたのです。一部の揮発性物質には異なる比率が見られ、ボリソフが異なる環境で生まれたことを明確に示していました。全く別の恒星系で別の惑星たちのそばで生まれた彗星が今この空にいる。天文学者にとっての夢が現実になった瞬間でもありました。特に注目されたのは水の存在です。ボリソフが非常に水に富む彗星であると確認されたことで、ある仮説が一層の説得力を帯びてきました。水は宇宙に満ちている。もし、こうした彗星が星々の間をさまよい、別の惑星に降り注いだとしたら、そう、地球の水もまた、こうした宇宙の旅人がもたらした贈り物だったのかもしれないのです。この発見は、生命のもとが宇宙を巡っている可能性をも示しました。私たちは、彗星という名のメッセンジャーを通じて、宇宙がどれほど生命に寛容な場所であるかを少しずつ知り始めたのです。太陽をかすめたボリソフは、再び宇宙の深淵へと戻っていきます。まるで別れを惜しむかのように、淡く空を照らしながら、私たちの前にほんの一瞬だけ姿を現し、この世界が自分たちだけのものではないことをそっと告げ、去っていったのです。ボリソフは計り知れない価値を残していきました。宇宙には私たちと似た世界がきっとある。その静かな確信がきらめく星々の間から私たちに届けられたのでした。
2025年7月1日、南米チリ。静寂に包まれた観測所で、一台の望遠鏡が宇宙の彼方から飛来した天体を捉えました。小惑星でもなければ、基地の彗星でもない。地球と太陽の周囲を回る太陽系の天体とは明らかに違っていたのです。この天体を捉えたのはアトラス望遠鏡。地球に衝突する恐れのある天体をいち早く検出するために設置された最前線のシステムが偶然にも太陽系の外からの来訪者を見つけ出したのです。精密な観測と解析が進むにつれ、それは紛れもなく恒星間天体であると判明。史上3例目という快挙であり、天文学の世界に新たな1ページが刻まれたのです。この天体は 3I アトラスと命名されました。3I アトラスは彗星だと考えられています。発見当初から彗星特有のコマ、つまり核を取り囲むガスと塵の雲が観測されており、さらに長く尾を引く姿も確認されています。この彗星の核の直径は推定 20km 程度と見積もられ、これまでに確認された恒星間天体と比べてもはるかに大きい可能性があるのです。その姿はまさに宇宙の亡霊。広大な銀河の間をさまよい、数百万年をかけて太陽系の重力に導かれた孤独な漂流者のようでした。2025年7月8日、地球から見てこの天体は木星付近、太陽から約 4.5 天文単位の位置にありました。そして10月29日30日頃、太陽に最も近づきます。火星の内側をかすめる軌道です。地球に最も接近したとしても、約 1.8 天文単位の距離を保つので、この天体が地球に衝突することはないでしょう。そしてその後、3I アトラスは再び太陽系の重力を振り切って猛烈なスピードのままどこか遠い銀河の彼方へと姿を消していくのです。広大な宇宙の中で私たちがこうした天体に出会えるのは奇跡に等しい確率。まるで宇宙からの手紙のようです。限られた時間の中で私たちに壮大な真実を語りかけてくれているのです。遥か彼方を横切る恒星間天体。ある星系の誕生と崩壊、運命の軌道と無慈悲な重力のいたずらによって母なる恒星を追われ宇宙の深淵へと投げ出された天体。数百万年、いやもしかすると何十億年という途方もない時を経て私たちの太陽系へと静かにたどり着いたのです。オウムアムア、ボリソフ。そして
スリアイ・アトラス。これらはすべて太陽の支配を受けぬ軌道を持つ外から来た者たち。その正体は岩石の塊かもしれない。氷に閉ざされた彗星かもしれない。あるいは未知の成分でできた何かかもしれない。確かなのは、それらが太陽系の外からやってきたということ。この旅人たちによって、私たちは初めて異星のかけらに触れることができるのです。恒星間天体は他の惑星系の断片。それはつまり他の世界で何が起き、何が生まれ、何が失われたのか。その痕跡を知るための天体の化石なのです。望遠鏡が捉えるその光。分光器が刻むその成分。そこには私たちの太陽系では見られない特異な科学のサインが刻まれているかもしれない。例えば、有機物、氷、シアン。それらが生命の材料となるのなら、私たちは一つの問いに近づくことになるのです。生命は宇宙において普遍的なのか？もし恒星間天体が水や有機分子を抱えたまま銀河を横断できるとしたら、生命の種は星々の間を旅しているかもしれない。生命が宇宙空間を超えて広がっているという仮説、パンスペルミア説に確証を与えることになるでしょう。そしてもう一つの意義。惑星系の誕生と崩壊の証人であること。私たちの太陽系でも、かつては無数の小天体たちが生まれ、衝突し、融合し、そして弾き飛ばされました。重力のゲームによって選ばれなかった者たちが宇宙へと放たれていったのです。恒星間天体は、その過程が他の星系でも起こっていることの生きた証拠。惑星系の形成が宇宙の中で珍しくない現象であることを示す希望のサンプルでもあるのです。かつて星々は遠すぎて手の届かない存在でした。けれど今、星のかけらたちは自らここへやってくる。私たちはそれを迎え、観測し、記録し、語り継ぐ。宇宙が紡ぐ物語のページをめくるような行為。冷たく静かな宇宙において、ほんの数回しか目撃されていない恒星間天体の通過。その一瞬に時間と空間を超える奇跡が詰まっているのです。星の間を漂うそのかけらは、きっとある星系の始まりを見届けたのでしょう。そして太陽系という次の舞台で、私たちに宇宙の普遍性と奇跡の可能性をそっと語りかけてくれるのです。
3i アトラスはやがて私たちの視界から消えていきます。宇宙の深淵から届いた遠い星々のかけら。想像を絶する旅を経て、今この瞬間、私たちの世界と交差した。オウムアムア、オリソフ、そして 3i アトラス。わずか数例の発見が天文学の歴史を大きく塗り替えました。なぜならそれらは宇宙には私たちの太陽系だけではない生命の種があっても不思議ではない場所がある。そう感じさせる確かな証だったからです。これらの天体が運んできた塵やガスの組成、軌道の傾き、スピード、そのすべてがどこか他の世界が確かに存在することを私たちに囁いています。3i アトラスが太陽をかすめ、再び銀河へと去っていく一瞬の交差が残した情報は科学者たちの手で何千年分もの知識へと昇華されていくでしょう。宇宙が私たちに送った手紙。太陽系という小さな舞台を飛び越え、星々の海の向こうにいくつもの世界が広がっていることを教えてくれるメッセージ。もしかすると、私たちの知らないどこかでも同じように他の星のかけらが空を横切っているのかもしれない。そして別の文明がそれに気づき、私たちと同じように胸を高鳴らせ、遥かなる宇宙に思いを馳せているのかもしれませんね。今回の冒険はここまで。また次の冒険でお会いしましょう。